のラロのリズム、楽譜通り弾いていませんか？123121232。でもこれにはもうちょっとリズムの工夫によって違うニュアンスが出てきます。実はこの点について先日私が上げたチュールではないっていうビデオについてコメントをいただきました。ちょっとコメントを読まさせていただきます。Professor, I was really struck by your advice on the habanera rhythm in the Laro concerto. It's so easy to get caught up in the notation, but your point about the musical nuance really changed how I think about the passage. Do you have any specific exercises or practice tips you recommend to help students master the subtle dance-like phrasing? ということなんですね。この方は英語でコメントをくださったんですけど、ともかくこの前に私がここのところ、ちょっとこの12312じゃなくて、少しこの2つ目の音を早くで、ディレイ先生がそういうふうに注意してらしたのを覚えてるという話から来たんですけれども、この質問はダンスライク、その舞曲のようなリズムについてそれを上達するための特別なエチュードとか、それから方法はありませんかっていうことだったんですけれど、このハバネラっていうのは本当はタダッタタタダッタタっていうリズムで、ここのラロに出てくるのはディレイ先生はハバネラっておっしゃってますけれども、それはちょっとバリエーションに当たると思います。この舞曲から来た、本当にダンスから来たリズムっていうのはその楽譜通りに学んで、それで乗ったようにっていうかうまく表現できるかっていうのはとっても難しいことだと思います。っていうのは123っていうのをそのままやるのとちょっとニュアンスが違うと思います。ただ結論から言えば、例えばその 2拍目を少し早くしてくださいとか、1拍目を少し引っ張って2拍目だと3拍目を少し早く入るっていうふうに自分でただそういうふうにやってたとしても様になってくるかどうかっていうのは、これはまた別の問題だと思います。例えばハバネラ、それからウィンナーワルツとか、舞曲から来てますから、ただ単に音の長さとかタイミングっていうのを理解して、じゃあやりましょうって言ってもなかなかうまくいかないところがあります。ハバネラのリズムっていうのはキューバを由来したリズムで、それからスペインに入ったリズムです。官能的なリズムとして知られていると思います。一拍目を少しダダッダッ少し引きつけるような感じで、どちらかというと長くなるような感じで、それで2つ目の音がすごく鋭く入る。このフラメンコのダンスの方を想像していただければいいと思うんですけど、彼らはこういうふうに言って、それでパッと向きを変えるときに首を返しますけども、その感じでダダッダッダこの独特のリズム感っていうのがあります。本当にアナリシス解読していくと、ここがちょっと長くてここが短くてとかなると思うんですけど、そういうのはちょっと難しいので、私の一番のおすすめは聞くことだと思います。特に私のように違う文化で、日本で私は高校の卒業までいましたから、違う文化で育った人は聞いて真似るより仕方がないんじゃないか。そこの民族の固有の舞曲のことを習ってるんで、それが聞くことが一番だと思います。同じような例で最たるもので、ウィンナーワルツっていうのがありますよね。タララッタンタラッタン、123、123なんですけど、1がちょっとこうやって、少し2が軽く、長いみたいで2と3が早く入ってくるみたいな、ちょっと軽くなるみたいな、そんな感じに聞こえるんですけど、これも上流階級の人がドレスを着てダンスをした名残ですから、そういうものはやっぱり体の動きから来てますから、それは聞いて覚えるしかないと思います。先日オーランドにウィンフィルがいらして、
素晴らしかったんですけど、やっぱり世界にやっぱりあんな音色を出すオーケストラっていうのはないと思います。それにやっぱりリズム感っていうのも全然違うかなと改めて納得したんですけど、こうベルベットのような全然違う音色がするんですけど、やっぱり私のように違う文化で育った人は、ともかく真似るしかないんじゃないかなと思います。それでもある程度までは近づけるんじゃないかと私は希望してます。また全然余談の話になりますけど、アメリカのオケっていうのは、ポップスだから映画音楽とか、ジョン・ウィリアムスの映画音楽とかよくやるんですよね、コンサートで。それでポップミュージックってポップオーケストラみたいなコンサートがいっぱいあるんですけど、それですっごくみんな上手なんですね。時々私も弾いてる時もあるんですけど、そうしたらこうスイングってそこに書いてあって他に何にも印がないのに、123ってこう3連符が出てたから必ずこうタッタタッタタタッタってこうスキップのようにしていかなきゃいけないとか、もうみんながもう当然のように分かって、それでこう1回ぐらいのリハーサルでものすごく上手に弾くんです。こう、スター・ウォーズだとか、それからみんながよく知ってるようなチューンで、ものすごくよくアメリカ人が聴き慣れてる曲っていうのはものすごくよく弾くんですよね。なんかの表紙で私がちょっとヨーロッパにコンチェルトを弾きに行って、それでそこの地元のオケが、そのアメリカの映画音楽とかそういうののポップの演奏会をやってらしたんで、招待されてで聴きに行ったんです。もちろんそのオケはとっても上手なんですけど、なんか私としてはこう、ちょっとニュアンスが違うなと思って聞いてたんですよ。なんかすごく真面目に弾いてるみたいな、ちょっとノリがないみたいな感じがちょっとしたんです。そういうことがありましたから、ああ、やっぱりお国柄とか土地柄ってあるんだなと思いました。まあ、私はそのヨーロッパに生まれたわけでもないし、その欧米に生まれたわけじゃないのに、バイオリンをやってるんで、こう聞いて、その外国語じゃないですけど、このバックグラウンドを知る、その文化の背景っていうのを知るっていうことは大事だと思います。例えば、サラバンドなんかも、スペインであまりにもそれがこうセクシーなダンスだったから踊っちゃいけないみたいな禁止令が出たことがあったということがどっかに書いてありましたけど、普通バッハのサラバンドを弾いてそんなことってあんまり思わないと思うんですけど、だからそういう背景っていうのを知ることが一つ。だから他の外国語を習うときにまず文法を習いますよね。それのように例えばこれはタだったが1を少し引っ張って2をパッと入るようなとか、例えばビエナワルツだと1をちょっと入って2を軽く2と3がこう流れるようにするとこう流れていくとか、そういうことを頭でまあ少し分かってて、それであとは外国語を学ぶように聞いて真似していくより他ないと思います。今お分かりになったと思いますけど、私こっちに来て長いですけど、アクセントを大人になってからアメリカに来ましたから、アクセントは強いですけど、それでも一応日常不便はありませんから。だから他の文化で育ったバイオリニストっていうのは、なるべくそれに近づけていくっていうことが目標なんだと思います。それと、最近の演奏家じゃなくて、最近の若い演奏家じゃなくて、ちょっと昔のテクニック的には素晴らしくないかもしれないし、録音としても全然良くないかもしれないんですけど、昔の演奏家をいっぱい聞くっていうのもいいんじゃないかと思います。割とこの生の感じでその民族の感じがよく出てる、そういう録音が結構あります。ハイフェッツぐらいからもっと前、例えばクライスラー、もっともしかしたらエネスコとかあの辺ぐらいまでのそれぐらいの演奏家をいっぱい聞いてみるのもいいかなっていう気がします。それが今度のコメントについてのお答えになったかどうか分かりませんけど、私の意見です。ではまた次にお目にかかりましょう。